皆さん、こんにちは、しょうこです。このポッドキャストでは JLPT N3 から N2 の方に向けてお話ししています。リスニング力強化に使ってもらえたら嬉しいです。今日のテーマは就職面接です。日本で働きたいと思っている方、今まさに就活の準備をしている方に向けて、面接でよく聞かれる質問と自然な答え方を紹介していきます。JLPT を受験している人の中には、将来日本で働きたい、日本で生活したいと考えている人も多いんじゃないかなと思い作ってみました。私の生徒さんにも日本で働いている人が多くて、最近ビジネス日本語を教えることも多かったので、最後まで聞くと面接の流れが頭の中でイメージできるようになると思いますので、ぜひ最後まで聞いてください。それでは始めましょう。まず最初に大事なポイントをお伝えします。日本の就職面接では、日本語が上手に話せるかどうかよりも、実はもっと大事なことがあります。それは、この人は会社に合っているか、この人とは一緒に働きやすいか、この人は長く働いてくれそうか、そしてこの人は面接の準備をしっかりしてきたかという点です。つまり、面接官は完璧な日本語を求めているのではなく、この人と一緒に働きたいか、長く働いてくれるかどうかを見ているんですね。だから例えば、ワーキングホリデーで日本で働く人は、ビザの期間がどれだけ残っているかで、働けるか働けないかが決まってしまうことも多いんです。これからワーキングホリデーで日本に来る人は、できるだけ早く就職活動を始めると有利です。私の知り合いに日本語が上手でもビザの残り期間が少なくてなかなか就職できなかった子もいるので。それではこれからは面接で聞かれる具体的な質問を見ていきましょう。面接の最初にほぼ必ず聞かれる質問。それが自己紹介をお願いします。簡単に自己紹介していただけますかです。こう聞かれたら1分から2分くらいで簡潔に答えるのがポイントです。長く話しすぎないようにしましょう。自己紹介に入れるといいのは名前、これまでの仕事の経歴、職歴と言いますね。そして応募した仕事にこれまでの経験がどう役立つか。そして締めの挨拶です。例えばこんな感じです。本日はお時間をいただきありがとうございます。と申します。大学では法律を専攻し、卒業後は経理の仕事をしてきました。これまでの経験を活かして、御社の経理、財務の分野で貢献したいと考えております。本日はよろしくお願いいたします。シンプルですが、これで十分です。一方で、外国人によくある失敗は、プライベートな話をしすぎてしまうことです。私はアメリカのテキサス州出身です。趣味は旅行とゲームです。日本のアニメが大好きです。というような話ですね。こういう話自体は悪いことではありません。でも面接では仕事に関係することを中心に話す方がいいんです。趣味や自分の国の話は面接官から聞かれたときに答えれば十分です。そして次に必ず聞かれる質問が、なぜ弊社を志望されたのですかです。ちなみに弊社というのは私たちの会社という意味でビジネスシーンでよく使えます。相手の会社は御社と言います。これは日本の面接でとても重要な質問です。志望動機を教えてください。なぜ弊社を選んだのですか？なぜこの仕事に応募されたのですか？というふうに聞かれます。ここで注意したいのは、日本が好きだからだけで終わらせないことです。良い答えの例はこちらです。以前、ホテルの接客業に携わっていました。
御社の外国人観光客向けのサービスに関心を持ち、自分の語学力と接客経験を活かせると感じました。特に外国人のお客様への手厚いサポートを大切にされている点に魅力を感じ志望いたしました。こんな風に自分の経験、その会社の特徴となぜその会社を選んだのか、そして自分がどう貢献、役立つことができるか、この3つを含めると自然な答えになります。ちなみにここで一つ、日本語の小さな注意点をお伝えします。面接の話し言葉では相手の会社を御社と言いますが、書き言葉、つまりエントリーシートなどでは記者を使います。御社は話し言葉専用なので、書類には使わないように気をつけてください。これは日本人でも間違えることがあるポイントなので、覚えておくと差がつきますよ。次に聞かれることが多い質問は、これまでの経験を教えてくださいです。これは社会人経験がある人にも学生にも聞かれる質問です。学生の場合は学業、学校の授業で頑張ったことを聞かれることが多いです。良い答え方は、具体的なエピソードを一つ話すことです。例えば、前職では営業部のアシスタントとして、顧客対応や書類作成、スケジュール管理を担当していました。特に書類制作の業務では、チーム内の作業を見直し、テンプレートを統一することを提案しました。その結果、書類作成にかかる時間を約 20% 削減することができ、業務全体の効率化につながりました。この経験から、チームと協力しながら課題を見つけて改善する力を身につけました。このように何をしたか、どんな改善、仕事の効率化をしたか、どんな結果が出たか、そしてそこから何を学んだか、この流れで話すと説得力が増します。よくある失敗は、業務内容を並べるだけで終わってしまうことです。顧客対応をしていました。メールを書いていました。会議に出席していました。というふうに事実だけを述べて終わってしまうんですね。これだけだと少し弱い印象になります。面接官が知りたいのは、あなたが仕事の中でどう考え、どんな人物なのかということです。何をしたかだけでなく、どう工夫したか、何を学んだかまで話すようにすると印象が良くなります。次に、あなたの強みは何ですかという質問に対しての答え方を考えてみましょう。面接官には、あなたの強みを教えてください。あなたのアピールポイントは何ですかというふうに聞かれます。いい答え方は、強みを一つに絞ることです。例えば、私の強みは最後まで責任を持ってやり遂げる力です。前職では非常に短い納期のプロジェクトを担当することになり、その際、優先順位を整理し、チームとしっかり連絡を取りながら進めました。その結果、プロジェクトを期限内に完了させることができました。この経験を御社でも活かし、高い責任感を持って業務に当たりたいと思います。ポイントは強みを話した後に必ず具体的なエピソードを添えることです。そしてその強みをどう活かしたいのかについて答えるといいです。よくある失敗は強みをたくさん挙げすぎることです。明るくて真面目でコミュニケーション能力が高くてリーダーシップもあります。というふうにいろいろな強みを一気に並べてしまうんですね。これは悪くはないのですが、少し曖昧な印象になります。面接では一つの強みを具体的にはっきりと伝える方が伝わりやすいんです。そしてこの会社に入ったら、この強みをどう活かせるのかについてしっかり伝えるとすごくいいです。強みを聞かれたら、次は弱みを聞かれることも多くあります。これは少し答えにくい質問かもしれません。
面接官にはあなたの短所を教えてください。改善すべきだと思うところはありますかというふうに聞かれます。大事なのは弱みを言うだけで終わらせないことです。弱みを話した後にどう改善しているかを続けて話すことで印象を良くすることができます。例えば、私の弱みは慎重になりすぎることです。以前は作業の確認に時間をかけすぎることがありました。今はタスクの優先順位をつけ、必要な確認とスピードのバランスを意識するようにしています。その結果、以前より効率的に仕事を進められるようになりました。外国の方は弱みはありませんと答えてしまうこともあると思います。これは日本の面接だとあまりよく思われないことがあります。日本では完璧な人より自分の課題を理解して改善しようとする人の方が信頼されやすいんです。自信があることはとても大切ですが、自分の欠点もしっかり把握して改善できる人が日本ではよく思われます。さらに強みと弱みは表裏一体、つまり言い換えたら同じということです。例えば慎重さは強みとしてみればミスが少ないことになりますが、弱みとしてみれば決断に時間がかかることにもなります。責任感も同じで、強みなら最後までやり遂げることですが、弱みとしてみれば一人で抱え込みやすいということになります。完璧主義も強みなら質の高さを保てることですが、弱みとしてみれば細部にこだわりすぎて時間がかかるということになりますね。このように強みと弱みはいつも表裏一体なんです。だから自分には弱みがないと思っていても誰にでも弱みはあるものなんです。それと、これは外国人だからこそ聞かれる質問。なぜ日本で働きたいのですかです。面接官にはなぜ日本で働きたいのですか？なぜ日本の会社を選んだのですか？日本で長く働くことを考えていますか？というふうに聞かれます。いい答えは日本への興味だけでなく仕事につなげて話すことです。例えば日本語を学ぶ中で日本の仕事の進め方やサービスの正確さ、細部への配慮に興味を持つようになりました。ホテル業界での経験とアメリカで培った経験を日本の職場でさらに活かしたいと考えています。そしてさらに専門性を高めながら日本で長期的に働きたいと思っています。こんな答え方ができるといいですね。大事なのは日本が好きだけで終わらせず、なぜ日本で働きたいのか、長く働くつもりがあるのかをしっかり伝えることです。あと、これは日本人の就職活動の時もよく聞かれる質問。5年後どうなっていたいですか？です。面接官には今後5年間のキャリアプランを教えてください。将来どうなりたいですか？今後の目標は何ですか？というふうに聞かれます。いい答え方はその会社の中でどう成長したいかを話すことです。例えば、5年後には自分の業務を独立して担当できるようになり、新しく入ったメンバーをサポートできる存在になりたいと思っています。まずは基本業務をしっかり身につけ、正確さと責任感を持って取り組めるようになりたいです。その後、専門知識と経験を深め、チーム全体の成果に貢献できるようになりたいと考えています。こんな風に答えられるといいですね。日本の多くの会社は、この人は長く働いてくれるかを気にしています。よくある失敗は正直すぎる答えです。数年働いたら他の国に行きたいです。将来は自分の会社を作りたいです。というふうに素直に話しすぎてしまうんですね。正直に話すことは大切ですが、
その会社で働きたいと思っているのなら、できればその会社でどう成長したいかにフォーカスして答えられるといいと思います。あと、これも外国人だからこそ聞かれる質問だと思います。それは、日本語で働くことに不安はありますかです。例えば、日本語で問題なく業務ができますか？メールや電話対応は日本語でできますか？敬語や丁寧な表現に不安はありますか？というふうに聞かれます。大事なのはできないことを隠さないことです。でも、できませんだけで終わらせるのもよくありません。今はまだできなくても、勉強中であること、わからないことがあれば積極的に質問することをしっかり伝えると印象が良くなります。これは日本の会社だからこそ聞かれる質問なのかもしれません。それは、チームで働いた経験はありますか？です。皆さんの国でもこの質問はありますか？特に日本の会社ではチームワークがとても大切にされます。チームで働いた経験を教えてください。他の人と協力した経験はありますか？同僚と働く上で大切にしていることは何ですか？というふうに聞かれます。いい答え方は自分のやってきたことだけでなく、どう協力したかを話すことです。例えば、忙しい時期には作業が遅れている同僚のサポートもしており、チーム内でタスクの進捗を定期的に共有していました。その結果、プロジェクトを期限内に終えることができました。こんな風に答えてみましょう。今回はビジネスで使う言葉がいっぱい出てきましたね。皆さんここまで聞いてくれたので、少し疲れていませんか？次で最後の質問例です。あと少し頑張りましょう。それでは最後の質問です。最後は逆質問と言われています。何か質問はありますか？です。面接の最後によく聞かれる質問です。何か質問はありますか？確認しておきたいことはありますか？というふうに最後に聞かれます。多くの人が特にありませんと答えてしまいますが、これは少しもったいないです。例えば、入社前に勉強しておいた方がいいことはありますか？御社で活躍されている社員の方に共通する特徴はありますか？といった質問をするといい印象を残します。一方で、最初から給与や休暇のことばかり質問してしまうと、あまり働く意欲がないのかなと思われてしまいます。もちろん、給与や休暇は大事なことですが、最初の面接では仕事内容や会社への関心を示す質問の方がおすすめです。ここまで日本の就職面接でよく聞かれる質問を見てきました。簡単にまとめると、自己紹介は短く、基本的に仕事に関連する話をすること。志望動機は日本が好きだけで終わらせないこと。強みや経験には具体例を添えること。弱みを話すときは改善への取り組みも伝えること。日本語力は正直に、でも前向きに伝えること。そして最後の質問では会社や仕事への関心を示すこと。この6つが大切なポイントです。日本の就職面接では完璧な日本語が一番大事なのではありません。しっかり準備してきたか、誠実に話しているか、一緒に働きたいと思わせるか、この3つがとても大切です。最後に、日本で働く前に知っておくと安心な知識を3つ紹介します。まず1つ目は、時間より早めに到着することです。日本では10時の約束なら10時ちょうどに着けばいいわけではなく、5分から10分前に着くのが一般的です。面接の場合は、最寄り駅に15分から30分前に着き、受付には5分から10分前に向かうのがちょうどいいタイミングです。ただ早すぎる到着も相手を困らせてしまうので気をつけましょう。
二つ目は、給与の支払いについてです。国によっては、週払い、毎週支払われることですね。や、隔週払い、例えば、2週間おきの支払いのところもありますが、日本では月1回払いが一般的です。よくあるのは、月末締め、翌月25日払いという仕組みです。この言葉は、給与支払いの時によく聞くので覚えておくと便利ですよ。ちなみに、残業代は契約によって扱いが異なるので、契約書をしっかり確認することが大切です。また、日本の場合は、交通費を払ってくれる会社が多いですが、会社によって違うので、事前に確認しておくと安心です。三つ目は、ブラック企業を見分けることです。日本には、ブラック企業と呼ばれる、労働環境に問題がある会社も存在します。注意したいサインとしては、常に求人を出している。面接後、すぐに採用が決まる。残業時間について説明がない。有給休暇、お金が支払われる休暇ですね。について曖昧といった点が挙げられます。労働条件は内定をもらった後にしっかり確認して自分に合う会社かどうかを判断するといいと思います。今回は日本の就職面接でよく聞かれる質問と自然な答え方について紹介しました。日本での就職活動は緊張することも多いと思いますが、よく聞かれる質問を知って自然に答える練習をしておけば自信を持って面接に臨めるはずです。皆さんは日本語での面接を経験したことがありますか？またはこれから面接を控えている方もいるかもしれません。ぜひコメントで教えてくださいね。こんな答え方大丈夫かなというものもあればコメント欄に書いてみてください。このチャンネルで日本語を勉強しているみんなで考えていけたら嬉しいです。今回のエピソードは難しい言葉がたくさんありました。ここまで聞いてくださった皆さん、本当にお疲れ様でした。このエピソードが少しでも役に立てたら嬉しいです。それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。